はいどうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドやっていきます。本日は番外編といたしまして、アーク建築当編をお送りしていきます。シリーズで行っていく予定でして、今回は第1弾、土台編をお送りいたします。アーク建築結構奥が深くて、順番であったり、向きであったり、いろんなところで建築につまずいたり、思い通りのものが作れなかったり、出てくるかと思いますので、そういったところで、何かしらのヒントになればと思いますので、よろしくお願いいたします。私自身も、マスターというわけではないですし、知ってること、知らないこと、多々あるかと思いますが、私の知る限りの情報をまとめさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。まず種類が、藁、木材、アドベ。これはスコッチドアースとか、それに伴ったラグナルク・バルゲロで取れる建材になります。で、石建材。で、ちょっと変わって、こちらが金属。テック建材になります。種類として、こちらの、ちょっと藁はないんですけども、三角土台というものもあります。基本的に素材量は半分で済む感じですね。で、これが出たことによって、かなり建築の幅が膨らみました。で、プラス、それと同時に実装されたのが、通常であれば、この土台ですね。柱があって、その上に立つとかがあるっていうものになるんですけど、長押しして、ブロックって選んでいただくと、こういった形で、周りに壁がくっついて、ブロック状のものになります。こちらが、藁、木材、アドベ、石。ちょっとわかりづらいですけど、これも壁ついてますね。で、金属、テックになってます。これで、割と土台の上に壁とかを置いてですね、やる上で、どうしても石以外は見た目がちょっと高床式というか、変わってきてたんですけど、壁と同じ雰囲気で建てれるようになります。この実装によって結構建築がね、おしゃれ建築、こだわった建築ができるようになったので、まあ他にも色々入ったんですけども、土台だけでも結構変わってきましたね。ではまずこちらで建材のご紹介でした。で、雨降ってきましたけども、まずアーク建築に関して、こちらの柱結構重要になってきます。こちらも種類、藁はなくて、木、アドベ、石、鉄、あとテックですね。がございまして、こちらに関しても、効果は一緒ですけども、見た目ね、もちろん耐久度とかもろもろは変わってくるんですけど、かなりアーク建築、まあ建物もそうですし、トラップなどもそうなんですけども、いろいろ工夫をする上で重要な存在になってきますので、ご紹介です。これを使っていろんなことができるようなイメージで捉えていただければと思います。これからの部分で出てきますので、またご紹介していければなと思います。ここからに関してなんですが、一応今現在クリエイティブモードでやっております。自由に、アイテム作れて、建築自由にできるようなイメージで捉えていただければと思います。無敵で空飛んだりとかもできるんですけど、建築を考えたりする上で結構便利なもの。よく使ってたのは、ローカルで、クリエイティブモードで建築作ってみて、それを公式で作るとかをよくやってました。土台の設置についてなんですが、通常置いて横にスナップ、くっついてですね、設置ができるよと。近くに行くと、こう、くっついてっていう感じになる。例えば、こういう坂とかあると、設置していって、スナップ、場所によって、こう、設置が
できない部分ですね。埋まってもくれるんですけど、こういう形で高さが足らなくて、設置ができなくなったりする場所が出てきます。平らなとこでないと、こう横につなげていくっていうのが難しくなるんですね。これにあたって変わってくるのが、先ほどご案内した柱です。柱があると、柱に、こうやって土台に柱を刺すことができるんですけど、この場合に柱にスナップしてですね、高さが違うのがわかりますかね。土台だと、こういう形で変わってきます。これをすることによって、先ほど設置できなかったここの高さにちょっと下がることによって設置できる高さに変わります。これがまあ多分ギリギリぐらいの土台の設置ですね。まあ浮いてますけどね。これをつなげていくことによって徐々に設置ができるんですが、注意がいるのが、この上の横の柱と同じ高さになってます。なので、この状態だと同じ高さになるんですね。このスナップしかない。スナップするのがここしかないっていう状態になります。なので、一回壊して、一応、パソコンだとQボタンですね。で、こういう、設置場所、スナップ場所をいろいろ検索できるんで、低い方を押していただいて、これで一段下がった状態でスナップしてつけれるようになります。ここちょっと低すぎるんで無理なんですね。これで順々に落としていくことができます。でこう見て、Q ボタンで押して、まあ天井見てなくても間の模様でね、わかるんで、こういう形で下げていく。もちろんこれで設置できるようになる。で、こういった形でだんだんとして土台を下げてですね、設置していくことができます。土台が落ちていくことによって設置できるところが増えていくという感じで広げていくようにできる。で、こういった形でだんだんと、土台を下げていって設置できる場所を増やしていくことができます。ただ、もちろん下げていくにも、限度がありまして、通常、大体の平地であれば2、3個ぐらい。で、これ以上は下げることができません。ちょっと低くなればこうやって設置できますけどね。完全に真っ平らでなければ、こういう形で後ろに設置できたりとかあるんですけど、まあ、埋めれるのには限度があるというところだけ覚えておいてください。こういった形で段々になっていくと、見た目悪いじゃんとか、他の設置物ですね。内装として設置難しいよねっていうところに関しては、解決法がございますので、次回ですね、天井編、投稿予定になっておりますので、チャンネル登録して次の投稿をお待ちいただければと思います。続いて、三角土台なんですけども、まず、まあ普通に設置するとこういう状態。で、もちろん三角なんで、こうやって伸ばしていってっていうこともできますし、もちろん、まあ、こういう形で六角形ですね。作って、まあ円形ではないんですけど、円形に近い多角形型の拠点を作ったりとかにもしやすいようになりましたね。で、三角土台のすごいところなんですが、こういった形で、土台ですね。高さがあって設置ができないっていう状態になってしまうんですけど、そういった場合に、通常であればこういった形で土台を下げていって横に広げていくなどの必要があったんですけども、三角土台のすごいところは、これスナップしちゃうんですね。この高さでも。かなり高いところまで反応してくれるんで、だいぶ土台の判定として先までですね、設置ができてしまうっていう、もう優れものでございます。こういう感じですね。
全然いけてしまうんで。これかなり、例えば拠点を囲う壁を作るとか、そういった時でも、かなり自由度高いんで、平らなところでなくても、こういったところとかでも、普通に壁囲って、簡単に壁を作っていく、防御壁を作っていくっていうことが可能になりました。これかなり建築楽になりますからね。まあもちろんデザインとかそういうのも作りやすくなりましたしね。では続いて土台上げ方になります。で、上げる場合なんですけども、例えばこう設置していって、場所によってこういう高さが高くなって、設置ができなくなるっていうところがありますね。こういう場合に土台上げっていうのを使います。基本は一緒なんですが、柱をまず設置します。これがまあ基準っていうところになりますね。で、それに対して、天井。まあ、今回、金属使ってるんですけども、まあ、通常は藁とか木材とかで使っていただければと思います。で、これに対して、この状態で設置。でこうすると、この柱に対して、こっちの柱が、基準が高くなります。そうすることによって、土台が設置できるようになります。こうすると分かりやすいかな。こっち側に置くと高くなってますね。これって、この柱の基準はここなんですけど、この柱が、基準が上がったことによって少し高くなるっていう形になります。これで置けるようになっていくんで、進めていくっていうのが土台上げになります。もちろん順番に設置して、天井を置いて、これに対して、もう一個天井を置いて、柱を同じように設置して、土台を置けば、また一段上がるっていう形で、階段型に上げていくこともできます。で、ちょっとした小技ではあるんですけど、これ今、2段階目ですね。上げた状態で設置すると、この状態になります。で、これに対して、天井をもう一枚この上に貼って、それに対して柱をつける。すると、この一番上の柱に対して、土台が反応するんで、同じ場所で2段階段差を上げることができます。まあ2段3段とですね。上げることができるっていう、まあ同じ場所でどんどん段差を上げていけるっていう手法があります。場所によってあまりこう段差を上げるのにスペースが使えないっていう時に結構便利なんで、ちょっとした小ネタでございました。最後に土台についてなんですけども、こちらも、向きがあります。まあ土台に限らずなんですが、この部分で柱だと分かりやすいと思うんですけど、奥手前行きましたね。こう、縦に動いた時に、前後に動いた時に関して、柱って真ん中とこの端っこに設置できるんですけど、こうですね。ただ、真ん中に対して、こっち側、横側には設置ができません。こういう形でですね。はい。これによって、基準となる柱を置いたりっていうのができなくなるので、その向きによって、おしゃれな建築とかですね、形を作っていくときに、うまく作れない場合が出てきます。これも、柵土台というものを使って設置するようにできたりはできるんですが、柵土台はまたできることが
結構多くなってくるので、そこに関しては別途止めてご案内していければとは思っておりますので、またチャンネル登録してお待ちいただければと思うんですが、一旦どういったものかっていうとこだけお見せしておきます。わかりやすいんで、木の柵土台にしてます。で、これを設置することによって、さっきできなかった真ん中への設置もできるようになります。ただ、この縦方向ですね。鉄だと模様があるんでわかりやすいんですけど、このつなぎ目が横に向いている状態だと、この横の部分にここ設置ができるように、カンマスのとこですね、設置できるようになってるんで、これを使うことによって、カンマスずらしとか設置変えていったりできますんで、こういうことで、こういうカンマスずらした土台を設置することも可能になります。もちろん、三角土台をこういう形で設置したりもできます。こういう感じですね。もちろん高さ変えれるんで、下げずに設置することもできます。こういう形で新たに形を作っていくっていうことができるようになります。ただ、こっち向きはできないので、この形で設置したい場合は、この柵土台を使う必要が出てくると。向きに関して重要になってくるよっていうところになります。これは土台に限らず、他のものでも、向きによって設置できたりできなかったりっていうのが出てくるので、そこに関してはまた、その素材ごとにご案内するときにご案内できればと思いますんで、お待ちください。はい。では、いかがでしたでしょうか？今回は土台に関してのご紹介でございました。結構細かいところであったりとか、わかりにくいところもあったと思うので、そういったところはまたコメント等でご質問いただければ、わかる範囲でご回答させていただきますし、わからないところは調べてお答えできればと思っておりますので、気兼ねなくコメントください。で、他にもこういったことできるよとか、何か注意することございましたら教えていただければ嬉しいです。またそういったことも、説明欄であったりとか、追記していければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちょっとでもためになったなとか、次どういうことするんだろうみたいなことでご興味、持っていただけましたら、ぜひチャンネル登録して、次回お待ちいただければと思います。じゃあ次回天井編やる予定ではあるので、基礎的なところですね、土台、天井、壁の、基礎のところから複合的に使って、いろいろな小技をご紹介していければと思っておりますので、楽しみにお待ちいただければと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。